はい、断捨離前のクローゼットの様子をご紹介いたします。こちらに私の全シーズンの服が入っております。喪服と、あとお洗濯中のものだけ今別のところにありますが、基本的には私の服の全量がここに入っています。自分では服の量少ない方かなと思っているんですけども、ご覧の通りクローゼットがかなり小さめなので、もう少し年末に向けてすっきりさせることができたらなと思っています。実際の作業まではお見せしないんですけども、断捨離の作業が終わったら処分することになったものをご紹介したいと思います。断捨離がおおむね完了したので、成果を報告していきたいと思います。まずこちらのゴミ袋に入っているものたちですね。これは一つ一つ紹介するほどでもないものを入れています。見ていただいて分かる通り、白のアイテムが多いんですけども、やっぱり白のアイテムってちょっとでもくすみが気になると着れないなと思って、そんな黄ばんでるとか何かこぼしてしまったとかではないんですけども、なんかくすんでる、汚れて見えるって思ったものはちょっと思い切って全部捨てることになりました。とはいえほぼプチプラばかりですね。はい、プチプラなのでちょっとあまり未練なくポチポチ捨てていきました。あとこちらの黒い袋に入ってるのは切り刻んだ下着類ですね。母の教えに従い、基本的に下着は全部切り刻んで捨てています。はい、こちらが以上です。で、ここからは一つ一つ紹介していきたいと思います。まず処分するもの1はこちらですね。アルページュストーリーのタートルニットになります。私、白のタートルニットは一つは常備しておきたくて、こちらシークレットセールで買ったんですけども、商品画像で見た時はこれもっと白かったんですよ。ただ実際に届いてみると伝わりますかね、これ画像で映ってるよりだいぶ黄色いんですよね。このラグと比べていただいても分かると思うんですけども、で、私ブルベ冬なもんですから、この黄色っぽい白っていうのが似合わなくて、やっぱり着てみても似合わなかったので処分したいと思います。1、2回しか着てないですね。もったいないですが、やっぱりネットでの買い物は良くないですねっていう感じです。特に白はネットで買うのはリスキーだなと思います。こちらは綺麗なのですが、フレーマーアプリに出すほどではないので、ちょっと歩くんですけども、地域の衣類回収ボックスみたいなところがあるので、そこに持っていきたいと思います。続いてはナノユニバースのカーディガンです。こちらもブログのコーデ記事で結構紹介してたんですけども、もう7年前ぐらいですかね、購入したの。はい、そのくらいだと思います。お気に入りですごく重宝してたんですが、シースルーなのでわかるかな、なんていうか電線が結構引っ掛けてしまってあるんですよね。なのでみっともないので処分したいと思います。で、白のシースルーカーディガンが私最近買ってもう一つ持っているので、今後はそちらを愛用したいと思います。で、こちらはですね、さすがに地域の衣類ボックスにも電線が多すぎて持っていけないので、普通にゴミとして捨てます。続いてはロペのニットですね。こちらもブログでかなり紹介してましたね。かなり可愛いです。こんな感じでひらひらになってて可愛いんですけども、胸元がですねざっくり開いてるんですよね。で、これも5年前ぐらいかな、6年前ぐらいかな、まだ骨格ウンターとかそういうのがない時に使ったんですけども、私骨格ウェーブでしてね、でこの胸が開きすぎて似合わないんですよね。で、最近着てみてもそわそわすることが多いので処分することにしました。こちらちょっとですね、今見たらちょこ
で洗濯をしたんですけどね、あるのでゴミ箱行きとしたいと思います。はい、続いてはこちらです。どこだったかな、どっかの系列の割とプチブラよりのブランドのワンピースです。ジャージー素材っていうのかな、ワンピースです。ロサンゼルス旅行に行くときに楽ちんワンピが欲しくて買ったんですけども、今年はですね、楽ちんワンピの座をベースメントのニットワンピに奪われてしまって、この子の出番がなくなってしまったので処分したいと思います。で、こちらはおそらく地域の回収ボックスに持ってけば誰かが来てくれるかもしれないので、一応持ってってみます。続いてはユニクロアイテムたちですね。まず一つはこちらもヘビロテしていたタートルネックのニットとなります。これも5年以上前に買ってずっとヘビロテしてたんですけども、去年ですね、無印のチャコールグレーとネイビーの間みたいなタートルネックニットを買ったら、それの色が可愛くてそっちをメインに着るようになってしまったので、こちらのオイスターグレーは出番がなくなりました。ということでこちらも処分したいと思います。で、これは地域じゃなくてユニクロの回収ボックスに持っていきたいと思います。続いてもユニクロですね。この一時期お気に入りで3色買いしたミラノリブのニットです。こちらなんですけども、前の会社の時は会社に週3ぐらいで着てってたんですけども、色違いで。今の会社はですね、これ着ていくとユニセックスなので男性社員とすごい被るんですよ。で、人様の旦那さんと思わずペアルックになってしまったりとかするので、もうこれは会社に着ていけないなということであまり着てません。で、白とネイビーとこの色を持ってるんですけども、ちょっと一応白とネイビーはバードウォッチングとかするとき用に取っておきたいので、このなんていうか、これ何色なのかな、色だけは処分したいと思います。で、首元もですね、色が濃いからかなんか洗濯してるうちに白っぽくなってしまったので塩と比較と思います。こちらもユニクロの回収ボックスにも。続いてはこちらですね、ユナイテッドアローズのタイトスカートになります。レースのタイトスカートでセールで買いましたけども、まあまあ高かったと思います。見ていただくと分かる通り、かなりですね、綺麗で質はいいと思います。ただ問題は私の体型にありまして、普通の方ってタイトスカート履くとお尻がここら辺にポインって出るじゃないですか。ですごく素敵だと思うんですけども、私は骨格ウェーブ尻長族なので、タイトスカートを着た時にお尻がすごい下の方にポヨンって出るんですよね。だからみっともなくてあまり着られなくて試着はしたんですよ。その時は気にならなかったんですけど、気になるようになってしまって着なくなってしまいました。でもちょっと見ていただくと分かる通り、物はすごくいいのでどう処分するかは考えたいと思います。フリマアプリより、母にあげてもいいかな。ちょっと考えます。はい、こちらが断捨離後のクローゼットです。正直前とあまり変わってないんじゃないかと思われそうですけども、そうですね、ミニマリストではないのでこのくらいが限界かなと思っています。で、今回断捨離したもののほとんどがこのハンガーにかかってるところではなくて、こちらの引き出しの方ですねから捨てたものが多いですね。なので引き出しの中身はかなりすっきりしていると思います。引き出しなんですけども、こっちがシワをつけたくないお気に入りのアイテムが入っている場所で、この下はプチプラメインでギチギチに詰めてもいいような服を
詰め込んでいくような引き出しになってます。で、一番下の段がスポーツ用品とかですね、とか登山の時に着るような服が入っています。意外とこういったデイリーには着ないものがかさばってしまうんですけども、そのうち山登る機会や運動する機会があるので一応取ってます。で、この右の方ですね、こちらに下着とかタイツを入れてるんですけども、余談ではありますが、この収納ボックスですね、私中学生の頃から使ってるものです。こんな感じで下着とかも入ってるので、透明のところが見えないように紙を入れて使っています。海外のポストカードが結構入ってますね。はい。で、中には下着が入ってるんですけども、量はかなり減らしたんじゃないかなと思っています。はい。全然量は減っていないんですけども、ミニマリストではないアラフォーの現実的な断捨離でございました。計22着減らしてるので、個人的には満足です。一部自分の買い物が失敗だったせいで断捨離したものがあるので、そちらは反省して来年のお買い物に生かしたいと思います。で、これから年末に入りますけども、ブログを見ていただいている方ご存知かと思いますが、私はセールが大好きな人間なので、少しすっきりしたので3アイテムぐらいゲットしたいなと思っています。いずれにしろクローゼットはかなり小さいので、今後もアイテムは厳選して増やしていきたいと思います。では今日も動画を見ていただきありがとうございました。